皆さんこんにちは。Welcome back to Say Japanese Podcast. This is episode 36. 皆さんは普段運動をしますか？私は運動が健康にいいとか気分が良くなるとか効果があるということを知りつつもそれってあまりにも漠然な効果すぎてあんまりじゃあそのためにやろうとも思わずやっぱりめんどくさいので一度始めたとしても続ける根性がなくここ7年くらい、毎日のストレッチとかを除くとほとんど特に、継続した運動の習慣がありませんでした。最近やっと始めてそしたら始める前は想像もしなかったようないろんな側面での効果が出てきました。それは別に健康にいいとかだけじゃなくて自分の普段の生活がガラリと変わるような変化もあったので、ぜひ皆さんと今回のエピソードでシェアしたいと思います。まずなぜ最近になってやっと、運動を始めたかなんですけれども、私は4歳の時にクラシックバレエを始めて以来高校卒業までほぼ毎日踊っていたんですね。なので体を動かすこと自体には慣れていて運動が特に苦手というわけではなかったんですけれども大学に入ってから忙しくなったしバレエ教室とか部活みたいに通ってスポーツをするっていう場所がなくなったので運動する習慣が一切消えてしまったんですね。ただ大学生の間は立ち仕事のバイトが多かったり東京の中でいろんなところに毎日出かけていたので体力的には問題がありませんでした。やばいなと感じ始めたのは大学卒業した後で人生で初めて体力がないせいで劣等感を感じることができるんだということを知りました。別に見た目が筋肉が少ないからとかじゃなくて例えば友達とハイキングに行った時に一人だけ息が切れちゃうからみんなより遅くなってしまうみんなの足を引っ張っちゃうとかもっといろんなことを挑戦してみたいのに体力がなくてすぐに疲れちゃうとか体力もだし体を動かすことに対する全体的な自信がなかったのでいろんなことにそのせいで制限がかかっていたと思うんですね。で運動さえ始めればすぐ解決することなのに時間がないとかお金がないとかいろいろな言い訳を作ってなかなかやらずにそのくせにみんなについていけないとか、文句を言っている自分が死ぬほどダサいということに最近気づきました。全体的に私は言い訳を作ったりできないからやらないっていうことが多すぎてなんかもったいないなと思ったので怖いなと思うことをとにかく頑張って少しずつやってみるっていう風にしてたんですね最近。その動きの一環として、去年の11月ぐらいからピラティス教室に通い始めました。その前でもピラティスは結構好きで家で YouTube とか見ながらやっていたんですけれどもやっぱり続かないですね自分一人でやってると。今日はサボっちゃおうって思ったのがそのまま1年間サボっていたみたいな感じになってしまうのでスペインでピラティス教室に行くのも勇気が出なくてスペイン語わかんないしっていう言い訳はあったんですけれどもじゃあわかんないなら先に勉強すればいいんじゃないということでピラティス教室で使うような動きを表現するためのスペイン語とか、体の部位の、スペイン語を学んでもし体験レッスンだけでも友達に来てもらえば最初行ったことがない場所に一人で行くっていう恐怖はなくなるので友達に一緒についてきてもらって結局すごく気に入って今もまだ続けています。この時本当に2、3週間くらい続けただけですぐに友達になんか変わったって言われるくらい変化があったし自分的にも大人になってから久しぶりに習うとか教室に通うだんだん上手になるっていう感覚が楽しめて日々が明るくなりました。
と思ったんですけれども、その後すぐに、足首を怪我してまたスポーツの頻度は下がってしまったんですね。それでもピラティスは少しずつ続けていたんですけれども、今年の初めに不安とかストレスが結構強かった時期があったんですね。で、特に原因があったというよりかは、日々のこう動悸とか夜眠れないとかが結構普段より多かった。それは仕事のストレスとかだと思うんですけれども、でふと思いついたのが、不安で動悸が激しいとかストレスで心臓が痛い時に逆に走って心拍数を上げてしまう、逆に走って身体的な痛さを増やしたら、そういった心から来ている痛みが減るのかなと思って、で試しに一回走ってみたんですね。そしたらとても気持ちよかったです。不安とかストレスの時って体の内側にあるモヤモヤしたものとかジリジリした嫌な感覚があって、でも走るとその感じが全部抜けていく気がしたので、本当に気持ちよかったんですね。でしかも日中にそういった運動をすると夜もっと簡単に眠れるようになりました。でもちろん最初は5分くらい走ってもうすぐに疲れてやめちゃうみたいな感じだったんですけれども、その1回走ってすごく気持ちよかった時に、これを習慣にできたらいいなと思ったんですね。ただ今回運動継続を成功させるにあたって避けたことが一つあって、それはこれを習慣にしようとか毎日どれくらいやろう、1週間に何回やろうみたいなルールを決めないということです。今までは習慣にしたいことがあるとすぐに目標を設定して毎日これくらいやるとかで、それができないともう嫌になっちゃってやめる、0か100かみたいな感じだったんですね。なので今回はもう一切目標を作らないっていう風にして、でしかも走りに行く時も走りに行くって考えずに、とりあえず走れそうな服装にしといて、で歩きに行く、でもし歩いてる途中で走りたくなったらちょっと走ってまたやめて歩いて走りたくなったらまた走るっていう風にしようって決めたんですね。で最初の頃は結構そのために家を出るのもめんどくさいと思ってしまうことがあったんですけれども、今言ったように走ろうと思っていなかったら、歩くだけなら簡単かな、5分だけ歩くだけならいいかっていう感じで外に出て、でこれを繰り返していくうちに、最初はじゃあ5分歩いて5分走ってだったのが、だんだん5分歩いて10分走って10分歩いて10分走ってっていう風に少しずつ増えていって、1、2ヶ月後くらいには 10km 走れるようになっていたんですね。でそれ以来週に1、2回のランニングと1、2回のピラティス、1、2回のヨガを、習慣として続けていますが、運動を始めてからさっき言ったようにいろんな変化が起きました。もちろん聞いていたように気分が良くなるっていう効果もあると思うんですけれども、気分が良くなるのって測るのが難しいですよね。気分が良くなるにはいろんな要因がありますから、もしかしたら睡眠の質がいいからかもしれないし、食事の質がいいからかもだし、仕事のストレスがたまたま少ないとか、人間関係がうまくいっているとか、いろんな要因があるので、本当にこの運動が役立っているのかどうかってちょっと分かりにくいですよね。なので運動が習慣となっている今、気分が良くなっているのどのくらいの割合が運動からの影響かはわからないんですけれども、運動を始める前には想像もつかなかったいろんな側面での自己肯定感が上がったんですね。一つ目はさっき言った劣等感がもう一切なくなりました。いろんなことに自信がつきました。でそれは別に見た目とかじゃなくて、前は自分はどうせできないだったのが、自分でもできる、やってみように変わりました。その原因の一つは10キロ走るなんて絶対自分には無理だと思っていたんですけれども、毎日少しずつやっていたらなんとできるようになったっていう、ありえないと思っていたことが実は自分にもできるかもしれないっていう気づきですね。
なので新しいことに挑戦する機会が出てきた時も、ランニング絶対できないと思ってたけど結局できたんだから、これもやってみたらできるんじゃないっていうふうに考えて、いろんなことに挑戦したいと思うようになりました。で、それからもう一つの原因は行動範囲が増えたことですね。さっき言ったように、例えばハイキングとかみんなで海に泳ぎに行くとか、前までならどうせみんなに遅れを取ってしまうから参加したくないなと思っていたんですけれども、今なら体力がついて疲れる心配もないし、もっと挑戦したいと思うので、いろんな誘いに参加するようになりました。あとは小さいことですけれども、エアコンの掃除とか重いものを運ぶとか、あとは食料品の買い物も一度にたくさんできるとか、家のことも何でも自分でやるようになりました。あとは例えば週末に友達と遊びに行くっていう時でも、前までなら疲れるので早めに家に帰ったり、あとはお酒で疲れを紛らわしたりしていたけれども、今なら音楽さえあれば好きなだけ踊れるようになりました。運動を始めてできるようになったことの2つ目は、周りからの承認とか、あとは報酬なしで自分だけで達成感を感じて楽しむということです。大人になってからそういうことって珍しいですよね。例えば仕事でも報酬があるからやりますし、他の趣味とかでもついつい周りからの承認とか評価を求めてやってしまうことが多いですよね。で、特に私は会社に勤めていないので、働けば働くほどお金が稼げるし、逆に働かなかったらお金が入ってこないので、こう今までは楽しんでやっていたことでも、いろんなことを生産性とかお金をどれくらい生み出せるかっていうことに結びつけてしまって、いろんなことが楽しくなくなっていた時期があったんですね。で、休む時間さえも、今これをしたら明日元気に仕事ができるから、生産性が上がるからっていう風に全部仕事に結びつけてしまったり、あとは DJ とか編み物とか趣味でさえも、他人からの評価とか他人に見せることで味わえる幸せばかりを気にし始めていたんですね。で、それに対して正直ランニングって誰にも見せたくないですよね。汗かいて、はぁはぁ言いながら走っているところなんて全然人に見せるようなものでもないし、10キロ走れたとか20キロ走れたってなったところで、ランニング仲間同士だったらよくやったねって励まし合うだけだし、ランニングしない人には特に自慢できることでもないですよね。なので本当にランニングとかいろんなスポーツって、自分対自分の挑戦とか喜びを分かち合うとかだと思うんですね。自分の中だけで感じられる気分の良さとか、もっと走れるようになった時の自分に対する喜びとか、あとは自分しか感じられない体力の変化とかがすごく私は楽しいなと感じています。今の時代ってすぐに何でもソーシャルメディアに投稿したりして、何でもかんでも見せるものになってしまうと思うんですけれども、スポーツだけは私とランニングだけの時間っていうのも大切にしていきたいなと思っています。では3つ目の変化は忙しくなったということです。仕事とか友達に会う以外の時間ではよくネットフリックスとか、携帯でずっと、ドゥームスクローリングとかをして暇だなと感じていたことが前はあったんですけれども、ランニングとかスポーツをすると、それだけで一日が埋まりますよね。フルタイムで働いて料理とか掃除とか家のこともやって、でランニングもするとなると、本当にソファーとかベッドでダラダラする時間がないくらい予定が埋まるので、毎日が勝手に充実します。4つ目は食べることが楽しくなりました。結構私は昔から食べ過ぎたら太るかなとか体型を気にしてしまうことが多くて、食べる時に罪悪感を感じることもあったんですけれども、運動しているとやっぱりお腹が空くし、エネルギーが必要なので楽しんで食べれるようになりました。
もちろん運動してもしていなくても罪悪感なしに食べれることが理想ですけれども、私にとってはこれだけでも大きな、一歩かなと思います。では最後5つ目です。スポーツをすることでコミュニティとか社交の場が増えました。やっぱり大人になってから新しい友達を作ったり新しい人たちに出会うのって大変ですよね。で、友達ができたとしてもその関係を続けるために定期的に会ったりイベントに参加したりするのも結構難しいですが、運動とか共通の趣味を通してなら自然に定期的に会うことができるし、やっぱり共通の趣味を持っていると話が盛り上がりますよね。でもちろんお金を払って教室に通うのもいいんですけれども、それよりもランニングクラブとか Facebook のイベントとかだとより人と交流しやすいですし、特に金銭的に余裕がない人にとっては本当におすすめです。で、これも前までなら、いや大人になってから友達作るの難しいしとかいろんな文句とか言い訳をしていたんですけれども、ちょっと自分のコンフォートゾーンを出れば新しい人に出会うとか新しいことをする可能性っていくらでもあるんだということに気づきました。というわけで、以上が私の感じた5つの変化です。皆さんは運動していますか？もししているとしたらどんな効果を感じているかコメント欄で教えてください。では最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。If you want to learn Japanese more interactively, you can find the best teacher for you at Saya Japanese School, a quality-first online Japanese school founded by me. Visit sayajapanese.com for more information. Thanks for your support and happy learning!